それではお便りを紹介します。ラジオネームは E さんからいただきました。アルファベットで E ってね、大文字で書いてありますね。内山さん、スタッフの皆さん、こんにちは。私はカナダに住んでいる学生です。カナダ。9月から高校に入るのですが、もうすぐですね、じゃあ。コロナの影響でズームなどになるかもですが、やっぱそうか。うまくやっていけるか不安です。確かに。カナダに引っ越したのは中学の頃なんですが、ちょうど担任の先生の体調が悪く、他の先生が代わりに来ていたのですが、その先生は私がその日転校してきたということを知らず、ロッカーも机も教えてもらわずにその日が終わったということがあり、周りの生徒から変な人と思われ、一人も友達ができませんでした。初日、幸先が悪かったと。なので、高校でうまくやっていける自信がありません。ちなみに私が行く高校は日本語を学ぶことができ、アニメ部まである上、通っていた中学校から遠いので、同じ中学校の人に会う可能性も低く、日本に興味のある人も多そうというメリットしかないとこに入学したのですが、やはり中学でのこともあり、友達が作れるかどうか不安です。じゃあ中学は幸先悪いだけじゃなくて、中学校生活を通してあんまり知り合いができなかったと。内山さんが学生の時、学校が変わる時などに同じ悩みを持ったことはありますか？また、どうすればうまく友達ができますかね？お便りを送るのは初めてのため、何か間違いなどがあったら申し訳ありません。いや、ちょっと今のところ間違いは見当たりません。最近いろいろと大変だと思いますが、お体に気をつけて過ごしてください。お返事お待ちしています。お返事ね。今から話すことがお返事に当たるかと思いますけれども、条件がまずね、環境が違うから何とも言えないなという部分があるのはね、ご了承いただきたいところですけれども、でもなんかまず最初に書いてある代わりの先生が来ていて、で、普段とは違う情報を知らないから全然優しくしてくれないっていうところが僕のステレオタイプなイメージかもしれないけど、ちょっと北米っぽいっていうかね、なんか私の気にすべき範囲ではありませんっていうようなシャットアウトする感じっていうのが、なんか洗礼受けて大変だったと思うんですけど、僕のイメージとぴったしな感じがありましたね。で、学校が変わるときはね、例えば中学生から高校生の時、どうでしたかね。確かに僕ももう日本からカナダへっていう風な違いはなかったですけど、埼玉で、小中と、公立の学校に行って、高校から、ちょっと家から離れるんだけれども、東京の、西東京にある高校に通うようになって、悩みっていうのは、僕も同じで、中学同じだった人は、一人いたけどそれくらいで、あとはもう本当に新たな環境だったし、高校も高校で確か3分の2が帰国子女で、海外に親御さんの仕事の都合とかで行ってて、で、高校のタイミングで日本帰ってきてっていう人が本当に多くいて、今でも付き合いありますけれども、彼らは彼らで、それこそ E さんと同じように海外に行って、日本人で、外国の人に囲まれてなかなか友達ができなかったとか、言葉を習得するまで時間がかかって、学校いくつも行って大変だったみたいな話を高校生の時によく聞いていたので、大変な事情があった人だろうしっていう意味では、なんかそういうものを経た人たちが集まっている部分が多かったので、いろんな県から来てたから、なんかそういうね、友達できるかなっていうよりは、なんかみんなで頑張っていこうっていう雰囲気が、もうちょっと10年以上前のことなので正確かはわかりませんが、あったかなっていう感じなので、そこで悩みはちょっとなかったですね。で、うまく友達ができるかどうかっていう部分ですけれども、高校生の時とかを思い出すと、やっぱり席が近いとか、最初に座った席が近いとか、授業が、選択制の授業で教室変わった時に一緒だったっていう風なところで増えていった、覚えがあるんですが、やっぱり趣味縁っていうんですかね、同じ本が好きだとか、漫画が好きだとか、音楽が好きだとか、そういうところで、友達になったりして、じゃあ連絡取り合おうよってなってたのが多かった気がして、で、本とか CD とかの貸し借り、ゲームとか漫画とかの貸し借りなんていう話に広げようと思ったんですけれども、今の中高生のイメージ、僕がつかめていない部分が、そういう貸し借り、があるのかなっていうところですよね。例えば CD なら、僕はレンタルの CD とかよく使ってたけど、今なら YouTube で、僕の時代は違法ダウンロードが流行っていたからダメだとされていたけれども、公式で PV とかガンガン上げてる時代だから、CD わざわざ貸してとかっていうのも少ないかもしれないし、親御さんがサブスク
入ってたらそれでね多分家族で聴けたりするだろうから、それで音楽が賄えちゃったり、雑誌とかもね僕も読み放題のプラン入ってたりして、漫画とかもあるのかな、そういうので貸し借りがいらない時代なのかななんて思って、そういう風な意味で僕が知りたいですね。どうやって友達作ってるのかっていうのはリアルなところ、うまく友達ができるのか、貸し借りっていう手段じゃなければやっぱりアニメ部まであるっていうことで、イーさんの趣味がどういうものかわからないですけれども、同じものが好きだったり興味がある人っていうのはその授業のこと以外で話せる範囲が広がるだろうから、それこそスポーツでもいいですし、そういうところで、友達はできやすいっていうことはあるかなと思いますね。本当になんかいろいろ僕はね、貸し借りでね、授業中にサッカーゲーム、それこそ FIFA かな、ウイレかな、PSP でね、現代文の時、あまりいい話じゃないですね。現代文の時対戦してたりね、スラムダンクとかも僕人から借りたやつで授業中に読んだので全部読破してましたから、英文法の時間にね、どんどん端から当てていく先生だったから、当たらない時はもう何にもしていいってことはないんですけど、テスト頑張ればいいやっていう感じで、いい高校ですよ。褒めておかないとね。指定校推薦で大学まで行ってますからね。本当いい高校だと思いますよ。頑張れ ICU。大学もね、最近はいろいろ知名度も増えてね、いい学校だと思ってます。胸を叩いてみたりしてそう人から借りたもので漫画読破したりね、いろいろ楽しい時間を送っていたので、そういうところで、今スタイルは違うかもしれないですけど、ちょっと可能性探ってみてはいかがでしょうか。ということで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。